皆様こんにちは。いつも動画のご視聴誠にありがとうございます。本日はですね、もう何がしたいのかわかんねえわということをね、動画内でお話ししようと思うんだけれども、皆様お気づきの方もいらっしゃると思うんですが、昨夜ですね、23時半ぐらいに、ログインしたところですね、なんか謎のロードが入ったんですよね。で、そのタイミングで偶然ね、レイドをやってたんです。チームモードのやつですね。みんなで報酬取りに行くやつ。で、それをやってたらですね、またパルテノペでですね、あれなんかネロ殴れねえな、とかっていうことに気づいて、で、この動画を急遽作成したんだけれども、ネロ君の初段止めというのは完全にもう消されました。なので、初段で止めるっていうことができないので、それでもどうしても殴りたいという方は、こういった殴り方があるよというような感じで、動画を撮っておきますので、よかったら参考にしてみてください。基本的にネロ君の初段止めっていうのは、長押しをして初段のタイミングで、タップをし直すみたいな感じだったんだけれども、基本的に長押しをすると、2発目まで強制で入るようになっちゃったんですね。これはどんなやり方をしても絶対に初段で止まりません。絶対止められないです。例えば長押しをしてすぐ回避をするとかやったら、今までは初段で止めてすぐ回避みたいなことができたんですけど、スタイルスキルボタンを長押ししてしまうと2発目まで入っちゃうというような仕組みに変更されたので、ダメージがめちゃめちゃ落ちるよという感じですね。で、見てくださってわかる通り、2発目の時に切り返すのか、3発撃って切り返すのか、みたいな動画なんです。こちらが3発かな。ちょっとタイミングが違うのわかると思うんですが、どっちでもダメージはそんな変わんないです。変わんないんで、ネロ君の現状ダメージを出せる方法はこれしかないです。ないのに、それをね、削ってくるっていうのはマジで何がしたいのっていうところなんですよね。で、ネロ君についてちょっと言わせていただくと、回数シールドに対しても強くない。で、ダメージ軽減シールドに対しても強くない。だから、火力特化。いいじゃない、それで。適材適所というか、そういう感じでキャラクターを作ってるわけだから、例えば、ニャンニャン V 君とかを異次元みたいに火力出したいな、みたいなことを考える人っていないんですよ。その分、ニャンニャン V はとつっていくと、すごい、バフがかかると。それは、例えば、氷のダンテとかも結構強いんですけど、イケオジダンテとかも、基本的にはもうバフキャラなんですよね。必殺技を出して、バフをかけまくって、とか、あとは燃焼状態のバフがかかって、みたいな。その代わり、イケオジダンテでむちゃむちゃダメージをソロで出していくっていうようなことはできないよと。いいじゃない、それで。だからネロ君っていうのは、回数シールドとかダメージ軽減シールドっていうのにもっぱら弱いと。だからこそダメージだけは出せるよねというような設定にしてくれてるので、全然良かったと思うんですよ。で、そもそも現状最強のキャラっていうのは、トリッシュか、シーカーか、みたいなところがあるので、別にネロ君がめちゃめちゃ強いけど、最強かというと、トリッシュとかがいるよねっていう話なんで、なんでネロ君をこんなにね、集中的にナーフするのっていうのが、私の率直な感想でございます。で、ネロ君の殴り方っていうのは前半見ていただいた通り一応できるんだけれども、これね、この超サイレント修正が入る前は1300万でした。1300万です。それが800万まで落ちてるんですよ。もう使えないよね。ネロ君使えるキャラじゃないんで、もう使わなくていいです。という感じで、デビルクラッシャーをおまけで動画つけておきます。デビルクラッシャーはね、ハーフチャージですね。基本的に光る前に離して、ハーフチャージで DT を貯めていって、必殺技を連打していくというような感じで殴っていくと、めちゃめちゃダメージが出せるんで、デビルクラッシャーちょっと使ってみようかなっていう方は、ぜひ参考にしてみてください。先にジャンプを入れてから必殺ボタンを押すことによってジャンプモーションをキャンセルできます。なので、時間効率がいいよという感じで EX のダメージなんですが、160万。結構強いんだよね。ハーフチャージで殴っていくといいよという感じでございます。で、最近のハマりがね、円剣だったりして、円剣もね、結構、これカードとかヘボいからね、全然ダメージ出ないんだけど、皆様円剣使ってる方はね、ほとんどこの殴り方はご存知だと思うんですが、もうすぐに切り替えるというような感じで殴っていくと、
50スタック溜まるやつですね。あれとかが早く溜まりやすくなってバフをかけやすいよと。エンケン君ももう EX とかまで行ったら基本バフなんですよね。だから現状、イビルマイトとかでめちゃめちゃダメージうちのサーバーで出してる人がいるんですけど、その人は、2人いるんですけど、エンケンとイケオジとネロ。で、おそらくネロが火力アタッカーで、イケオジとエンケンでバフかけまくって、ネロでダメージを出すというような感じなんだけれども、まあその構図も崩れるよね。もうできなくなったんで。なんだけれども。これね、切り替えるやつっていうのは、キックだけ打ってて必殺打つのもいいんじゃねっていうふうに思うんですけど、まあ、50スタック溜まるよっていうことを考えると、こっちの方がいいです。ダメージはね、キックだけやって必殺っていうのと、あんまり変わんない。変わんないんだけれども、基本的にはスタイルスキルで切り替えた方がダメージが出るよっていう感じでございます。はい、いかがだったでしょうか。まあ、ヘルシェイカーをね、出していくっていうので、まあ、現状、例えばなんですが、まあ、ネロ君とかね、まあ、意図しないキャラクターがめちゃめちゃ強いから、まあ、そっちのキャラクターでいいや、みたいな感じで、まあ、新しいキャラを引かないとか、そういったことにならないようにというか、それだったら全部ナーフしろよっていう話なんだけど、どんだけ運営がね、ネロ君好きじゃねえかっていうのがよく分かったわけで、まあ、どうしていくかなっていうところなんですよね。なんで本当にね、こんなにナーフをすんのか分かんない。1300万だからね。ヘルプライド60秒1300万なんで、130万じゃなくて、1300万ダメージ出てたんで、それが800万まで落ちてるんで、で、もちろんね、通常殴りとかで殴っていったら、もうめちゃめちゃ弱いんですよ、ネロ君って。だから、スタイルスキルの初段連打っていうのがない限り、他のキャラクターの EX と並べないんですよね。逆にあれがあったら、他のキャラクターの EX より頭一つ抜けるぐらい、すごい火力が出るんだけれども、なんでそこをナーフしてくるのかなっていうところでございますね。ようわかりません。というわけで、船からね、見える島を最後目指してお別れとしましょう。せっかくね、イビルマイトとか、こうやって殴っていきゃいいのかな、みたいな感じで、炎パでめっちゃダメージ出せたりとか、面白くなってきたところだったのに、突然ですよ。何のアナウンスもないし、メンテナンスもしましたとかもないし、突然なんかね、嫌なロードが入ったんですよ。なんだこれとか思って。で、偶然そのタイミングでレイドをやったら、またかよみたいな。またこのパルテノッペでネロ君気づくパターンみたいな。なんなのこれ。本当に。やめてほしいですね。本日も皆様の貴重なお時間を動画視聴に当ててくださり、誠にありがとうございました。私はどうしようかな。運よくネロ君が EX にはなったんです。すり抜けなしで。ロイヤルガードをネロみたいに弾けたんですけど、微妙なところっすね。